どうもベルです。今回は、ドゥームセイで、本日、アップデートが行われたので、その解説をやっていこうかなと思います。ちょっとまだ、全部の情報は出てないんですけども、なかなかにやばいですね。このアップデート。KOF コラボが、割ととんでもないことに、なりそうなのもそうなんですけども、他にも、いろいろと変更があるみたいです。とりあえず、アップデート情報メールを、見ていきたいんですけども、まあ、盛りだくさんですね。KOF コラボについてが、一番話すこと多いので、先に、スキンの追加について、触れていきたいんですけども、まずは、こちらの、舞台スキンの追加ですね。今回、追加されたのが、アヌビスというスキンで、こちらは舞台スキンチケットで、交換することができます。結構、うちの同盟の中でも、評判良くて、私としても、結構いいなっていう風に思ってるので、余裕があったら、取りたいなと思ってます。そして、招待スキンも、追加されまして、こちらのセイレーンですね。こちらは、サバイバールーレットで、入手可能とありますので、初等レイドの週に、開催されるルーレットの方で、欲しい方は取っていただくのが、良いのかなと思います。そして次に、今回大きなところが、伝説のハンターイベントと、舞台スキンイベント。これが、一つのイベントに統一されるようです。ちょっとこれ、イベント開始されたら、別途動画を、作ろうと思ってるんですけども、今後は、こちらのイベントで、舞台スキンチケットを集めていくことになるのかなと思います。で、このイベント、ちょっと気になるのが、新しい装置が追加されたんですよね。ただ、これ、星5にした時の、レア製造ステータスがめちゃめちゃ強かったら、手のひら返すんですけど、今確認できてる情報だけだと、別に強くはないです。中トンでも正直そこまでですね。ただ、パーツをフルカンしてるクラスの、エディ・ロバート部隊に、これつけられると、めちゃめちゃ脅威ですね。ただ、タレットだったり、カモネットが、今この二つと、あとはイオン化エネルギー装置ですね。初等レイドで入手できるやつなんですけども、正直、その三強なので、無理に育てていく必要はないのかなと思います。そして、トップ司令官イベントも、その影響で、ポイント獲得手段が増えてます。ただ、フェーズ3とフェーズ4が、どちらも、ヒーロー強化になってて、これもともと、フェーズ4が、訓練加速だったので、ただ、さすがに、どっちも同じっていうことはないと思うので、おそらくこれは、修正されるのかなと思います。で、あとは、ポンペイの最適化だったり、ヒーローの並走の最適化など、あったみたいなんですけども、そんなことは置いておいて、本題の、KOF コラボですね。ただ、このコラボ、まだすべての情報が公開されてるわけじゃないんですけど、結構やばいです。で、まず、コラボ期間。こちらなんと、2ヶ月の超ロングイベント。で、まだ、詳細は公開されてないんですけど、シェルタースキンと、舞台スキンが追加されます。ただ、これはまだいいんですよ。おそらく、一つ、レジェンドのシェルタースキンも追加されていって、結構なお値段にはなると思うんですけど、それは一回置いておきましょう。私が今回話したいのは、このヒーローですね。今回追加された、白縫さんです。
見た目は、私個人の好みとしては、そんななんですけど、そんな情報はどうでもいいので、置いておいて、性能としてめちゃめちゃ優秀です。ただ、初心者向けのヒーローではないです。彼女で注目すべき点は、レイジスキルと第4スキルですね。で、まずはレイジスキル。こちらは、範囲攻撃ダメージで移動速度のデバフ。で、これが、ダメージの方が、何秒間持続するのか。もしくは、フィールドに対して、効果を与えていって、そのエリアにいる敵に、当たっていくものなのか。ちょっと分かってないんですけども、毎秒与えるとあるので、じゃあこれ少なくとも、じゃあ2秒与えると仮定しても、かなりの効果力ですよね。で、そしてなおかつ、移動速度を 25% 減らしていく。で、これがかなり凶悪です。自身の移動速度と相まって、もう絶対にもう敵を逃がさないマンになりますね。で、そして第4スキル。これ覚醒させると、強化されるタイプのスキルで、騎兵の攻撃力アップに加えて、バトル終了後、5秒間 45% 移動速度上げるんですよ。これ、追撃性能も逃げるときもめちゃめちゃ優秀じゃないですか。じゃあ追いつけなくて、バトル終了判定になっちゃっても、この加速効果があれば追いつくことができるので、そして、じゃあ第3スキルで、自身の移動速度、そもそも上げていけることも相まって、非常に強いヒーローになっているのかなと思います。で、詳細解説は、後日、投稿させていただこうと思ってるんですけども、相方は、エレナかベラですね。この二人に、この二人と、組ませていくことになるのかなと思います。で、また彼女、野戦才能を持ってるんですよ。今まで、レジェンドヒーローの野戦才能持ちって、シンシアしかいなかったんですけど、もう、知らぬいは、完全上位互換と言っても過言ではないレベルなので、今後、バウンティやウォーター戦争など、移動速度が重視される環境においては、彼女がメインで、使われることになるのかなと思います。ただ彼女、ちょっと怖いのが、レジェンドのかけらを使用した、かけらの入手だと、レジェンドのかけら2枚で、彼女1枚なんですよ。なので、育成は、結構大変になってきてしまうのかなと思います。ただ、もう十分に、育成する価値のあるヒーローなので、今回の目玉といって、遜色ないのかなと思います。ただ、今回のコラボ、実は、この知らぬいの影に隠れて、結構やばいものがあります。で、それ何かと言いますと、こちらの兵装です。で、これが、フルセット追加されるのか、2箇所だけの追加なのか、ここはまだわかんないんですけど、この武器と直帰、めちゃめちゃ強いです。これが、知らないさんしか装備できないとか、かもしれないんですけど、でもそれでも全然強いので。で、これ、まず、基本属性の値、めちゃめちゃ魅力的なの揃ってるじゃないですか。特に、この直近にある、兵数上限の 1.4% アップ。これめちゃめちゃでかいんで。で、なおかつ、これ基本属性の値が、普通の上位レジェンドより高く設定されてるんですよ。これ武器と、直帰の、殺傷と防衛能力、逆転してるんですけども、普通の、上位レジェンドの星0のステータスって、殺傷だったら24。で、防衛だったら、同じく24なので、今回の知らぬいの、兵装と5の差があるんですよ。
ただ、それってあくまで星0の段階の話で、星5にしたらめちゃめちゃ差がつくんですよ。で、今、このゲーム、並走が実装されて、もうある程度、育ってきた人が増えたことで、かなり、強さに差が生まれてます。本当に、もう並走の、製造ステータスを、もう赤で揃えまくってる、もうトップランカーと、並走が赤で揃い切ってはないけど、それなりに、星5が揃ってる、普通のランカーとでも、かなり差が開いてて、ただそのランカーと、普通の人と、で、比べた時でもめちゃめちゃ差が開いてるので、で、それって、もう、1ヶ月前より今の方が開いてますし、じゃあ逆に今よりも1ヶ月後の方が絶対開いてるんですよ。で、この差って本当正直広がる一方になっちゃってるんですけど、で、その広がる一方になっちゃってる時に、この並走の追加。で、おそらくこれって、コラボ期間逃したら、星5には多分できないか、復刻待ちになると思うんですけど、これ、星5にすんの絶対大変だと思うんで、戦々恐々としてます。これ世界のもうごく一部の、超上積みの層は、当たり前のように、星5にしてくると思うんですけど、じゃあこれ、上位 0.3% とか 0.5% クラスが、星5にするかって言われたら、もちろんする人は一定数いると思うんですけど、みんながみんなそうじゃないので。で、そうすると、もうただでさえ広がってる、もう差が、もうどんどん広がっちゃうんですよね。ただこの並走も、星5にしなかったら、最終的には、レア製造ステータスとかの関係もあるんで、星5にしていった、上位の方が強いんですけど、強いので、そこはある種、救いになるのかなと思います。で、こちらの、KOF コラボは、土曜日から開始で、開始されたら、効率よく進めていくための、攻略など、いろいろお伝えしていこうと思ってますので、ぜひそちらも、ご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。